平均的な20歳が知っている単語の数は27,000語から52,000語です。60歳までにその数は平均35,000から56,000になります。声にして出すとほとんどの単語が1秒以下です。そのためそれぞれの単語に対し脳は素早い判断を行う必要があります。何千という選択肢の中からシグナルと一致するのはどれか。約 98% の確率で脳は適切な単語を選択します。でもどうやって？話し言葉の理解は書き言葉の理解とは異なりますが、手話の理解とは似ています。ただ手話よりも話し言葉の認識の方が数多く研究されています。話し言葉を理解する能力の鍵は脳の並列プロセッサとしての役割にあります。つまり複数のことを同時にできる能力です。ほとんどの学説は基地の単語は一つの作業のみを行う別個の処理ユニットで表すと仮定しています。聞こえた単語がどの単語と合致するかを決定する作業です。脳の中で単語を象徴する処理ユニットはおそらく脳の皮質内にある神経群にまたがった発火活動パターンです。単語の初めの音が聞こえると何千ものユニットが発火活動を始めることがあります。これは初めの音だけで合致しうる単語がいくつもあるためです。次に単語の続きの音が聞こえると次第に多くのユニットが情報の重要な部分が欠けていると検知し発火活動を停止します。場合によってはその単語の最後の音に至るよりかなり前にたった一つの発火パターンだけが活動を継続し一語に一致します。この一致は認識ポイントと呼ばれます。一つの単語に絞り込むプロセスにおいて活動するユニットがその他のユニットの活動を抑え込み数ミリ秒を節約します。ほとんどの人は1秒に約8音節まで理解できます。しかし目標は単語自体の認識だけでなく保存されたその単語の意味にアクセスすることです。脳は考えられる多くの意味に同時にアクセスしその単語の意味を完全に特定します。研究によると単語の一部、例えばキャップと聞いただけで聞き手は単語全体が聞こえてくるのを待たずに考えられる複数の意味、例えばキャプテンやキャピタルなどを検知します。つまり一つの単語を耳にすると脳の中で瞬間的な意味の発火が起きて認識ポイントに達すると脳は一つの解釈に到達します。認識のプロセスが早く機能するのは単語がバラバラに並んでいるより文脈のある文章になっている場合です。文脈はまた単語の意図された意味を判断する手助けをしてくれます。例えば多義語のバットやクレーン、同音異義語のノーとノーを区別する場合などです。多言語を話す人の場合、聞こえてくる言語が新たな手がかりになり、聞こえてくる言語に合致しない単語を可能性から排除します。では新しい単語を追加するにはどうするのでしょう。大人になっても数日に一度新しい単語に出会うことがあります。すべての単語が精密に調整された活動パターンで表されていて、多くのニューロン上に収められているなら、新しい単語が古い単語を上書きされるのをどう防ぐのでしょう。それを回避するために、新しい単語はまず脳の海馬という部分に記憶されます。単語が主に貯蔵されている皮質とは違う場所ですので、新しい単語は基地の単語と同じニューロンを共有しません。その後、数日間眠っている間に、新しい単語は次第に移動し、基地の単語の仲間入りをします。研究者たちは、この段階的な習得プロセスが、基地の単語が上書きされるのを防ぐと考えます。このように日中誰かと会話するときには、無意識の活動が意味の発火を発生させ、夜私たちが休んでいる間、脳は忙しく働いて新しい単語の情報を単語ネットワークに統合しています。このプロセスにより、私たちは朝目覚めた時、絶えず変化する言語の世界に対応できる準備が整っているのです。頭の仕組みを学びながら、同時に知識もアップデート。ご興味のある方は、ぜひこのチャンネルに登録するか、動画をご覧ください。脳も喜ぶはずです。